そんなことしなかった。誰何はあ。皆さん、こんにちは。スメイラです。前のビデオと同じ格好があるのこと分かりますけど、そのビデオとこのビデオは一緒に、しましただからです。Okay. このビデオで日本のお客さんとの私の、経験についてお話したいと思います。ちょっとなんか面白いことも、私について悲しいこともあったけど、その悲しいことはお客さんと関係がないです。それは仕事と悲しいことは仕事と関係があります。はい。まずは仕事についてもいくつだけのものを話したいと思いますけど、それはちょっと難しいのことですね。はい。はい。顧客担当で4ヶ月間働きました。そしてとてもストレスかかるの仕方だった。問題はお客さんたちじゃなかったけど、ちょっと仕事は問題だった。なぜなら、例えば1日300に電話する。そして顧客との電話通話は2時間も必要があった。はい、2時間それは必要があった。それはできなかったら罰があった。そんなに大きいの罰じゃなかったけどあった。でも私として日本語を話せる、そしてなんか日本人たちと話せる仕事がすることはとてもなんかいいものだった。嬉しくなるものだったごめんなさい、緊張してるから。でも、はい、いいことも悪いこともあった。その仕事について。でもその電話する、そして人と話している電話する仕事との全部難しいですね。なんかカスタマーサービス、それは英語でできるカスタマーサービスの仕事の全部ちょっとじゃなくて、はい、随分難しいですね。人間とする仕事の全部難しいです。はい。はい。まず話したいのは怒っている、お客さんたちです。それは電話が開けるとすぐに怒っています。私はもしもし、この会社のスメイラですって電話します。そこ誰あなたは誰？仕事でそのお客さんたちが会員になる必要があります。それは私の、仕事です。そしてなんかそのお客さんたちに電話して「はい、もしもし、こんにちは、スメイラです。これをログインしました」みたい。なんか「はい、これの電話、この会社から電話しています」って言って、でもそのお客さんはまだ誰？私が理由を教えてます。お客さんはこれをしたから、私はこれをしたいと思いますみたいね。でもこの人はまだ誰？私はそんなことしなかった。誰？何が誰？私は電話した時、まずは名前と会社の名前が教えてます。電話こうやって始めます。何か誰？なぜ誰？私も怒ってます。なんか日本人たちの怒っている、日本人たちの怒り方、それも怒り方わからないけど、なんか違います。日本とトルコは。トルコにはすぐにbad words すぐにそれはしてます。なんかそれをしないから、日本のお客さんたちにありがたいですけど、誰も私にも怒ってます。その後でも私は怒る
それできません、お客さんたちに。そして同僚たちから、聞いたこともあります。なんか日本人のお客さんたち、女の声が聞いたらもっとなんか、過小評価すると、そして真剣に考えてない。それは私も分かってます。なんか、남자それは韓国女の子同僚と私の経験は、お客さんたちとの経験、男の同僚の経験と同僚たちの経験と全く違います。それはちょっと怒れるけど何もできません。しょうがない、仕方がないの気分になります。はい。その後は酔っ払いお客さんもあります。なんか、トルコの時間と日本の時間が、同じじゃないから、なんか6時間がありますね。はい。なんか電話した時、その日本人のお客さんの、午後の8時、9時、なんか10時になった時、電話したら酔っ払いお客さんもあります。その経験はちょっと面白かった。日本の酔っ払い人たちはこうやって話してます。誰ですが全部。でも私は最初の経験って分からなかった。私はなんかノーマル話しかったけど、この人が「はーい」みたい。私は分からなかったけど、同僚たちが経験が、ありますから、同僚たちが私に「この人が酔っ払いです」って言えて、私は「ああそうですか」って驚きました。分からなかったから。そして別のなんかそれは私が違います、ここで。それも、私は最初の好きでした。お客さんと話して、なんか最後にアンケートのいくつかの質問があります。それを聞いて終わります。その質問たちの一つは、仕事は何をしていますと、私のお客さんはこうやって言いました。お菓子作る。私はその時お菓子の意味が分かりますけど、2つの意味があることは絶対分かりません。私はお菓子、それはとてもおかしいものが分かります。でもお菓子作る、お菓子と意味もあります。でそれをその時分かりました。なんかお客さんに聞いてます。お菓子作る、それは何か考えてますけど、絶対に分からない。なんかおかしいものが作りと分かります。なんか英語で weird ものが作ると分かりました。何のことを作るかなと思って、なんか同僚に聞いてました。なんかお菓子作るの意味は何？私は絶対分からない。おかしいものが何かなって聞いてそう言いました。なんかお菓子の意味が2つがあります。そしてなんか2つじゃなくて、それは別の言葉ですね。お菓子とお菓子、甘いものたちがお菓子ですね。はい。その時なんか驚きました。その時も驚きました。それに似ている別の話もあります。それもまだ仕事が何をしていると聞いて、お客様女の子だった。とても優しい女の子だったけど、私は「はい、何をしていますか?」って聞いてました。その人が、心理学者って言って、私はその言葉は全然分かりません。そしてアンケートの質問たちを絶対に正しいノートする必要があります。私はこれでなんかコントロールするために、心理学者は何をしています？ごめんなさい、私は日本語そんなによくわからないけどって聞いて、病院で患者さんに聞いてます。病気を聞いてます。全然わからない。その後意味は分かった時私も驚いた。私はそれをなぜ分からなかったか。心理学者、病院で患者さんを聞いてます。
へえしたかった。それは全然好きじゃないけど驚くて、何患者さんは聞いてる、何のことですかそれは。そしてその後チームリーダーに聞きました。なんか心理学者が何それはサイコロジストって言って、サイコロジストそれも日本語になりました。サイコロジストって言って、はあそれは私はなぜわからなかったかな。心理学者はこうやって学びました。でもその後まだ忘れました。今わからなかった。はい、それもなんか面白いの経験だった、思い出だったという。はいまた面白いことが2つもあります。2つじゃなくてちょっと待って、なんかいくつかありますと思います。はい、別のお客さんはそれも私の最初のケツだった。なんかそんな時間がなかった。初めてなんか2つのコール、そんなに分からないけど最初のものです。お客さんに私は「はいもしもしプラプラの会社のスメーラです。それに連絡しています」って言って、ワンワフって言ってます。何？なぜそんなことしていますか。それはなんか女の声です。私はなんかそして同僚に私もまだ聞きました。なんかこのお客さんも吠えてる。なんかまだ電話しています。電話について聞いてます。そのお客さんも吠えてる。私は何ができますか。このお客さんに、この同僚は、いくつも「はいもし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 」って言ってまだ吠えたら何も言えないなら、電話も終わってって言ってました。はい、それもなんか面白いの経験だった。一番面白い。その時はとても驚きました。なぜ吠えてる別の面白いの経験、パチンコ親父。私にパチンコを教えてます。パチンコ、日本でパチンコということがありますみたいなけど、なんか10分ぐらい話してます。そしてその人は私にパチンコを教えてます。そこでチームリーダーがあります。私はパチンコを聞いてますそれはちょっとでも80歳ですね。そうでもなんか私、その親父にわかりますけど私は今仕事がありますから電話は終わり中がありますって言って、その人がまだディオさん、パチンコはみたい。私はもうパチンコ終わってください。パチンコしたくない。パチンコは私好きじゃない。パチンコを、学びたくない。それをそれをお客さんたちに言えなかった。なんか親父ちゃんだってなんか80歳の人にもう終わって親父それをできません。10分ぐらい話して終わりました。会員もできなかった。ただ話しました。はい。はい。それはもう終わりです。パート2もできますけど、なんか短いなない長い動画、長い動画でした。だからもう終わってます。別の思い出も覚えたらパート2もできます。はい。そこまでです。はい。聞いてくれてありがとうございます。バイ。